別ゲストと一緒にお送りしたいと思います。たはい、こんにちは。カズサです。ただいま。カズサさんがハワイにただいましました。ハワイに今回めちゃめちゃ長くいるんですよ。そうなんです。普通旅行だったら1週間とかさ、まあ来ても10日ぐらいかなってなんだけど、どれぐらい滞在してるんですか今回。今回はもうほぼ3ヶ月。ビザ満了。イミグレーションからメール来た？なんかあなたなんか1週間後かなんか10日後にハワイから出ないとダメですよみたいなメール来た？まだ来てない。本当に？私もね89日滞在したことがあるけど、そうその時はねメールが来て、早くアメリカから出ないとダメですよみたいなメールが来る。ちょっと怖いね。そうそれは多分ね、逆にちょっとそのメールをもらってみたいかも。3ヶ月も滞在してるって結構ね珍しいことだと思うし、あと彼女ハワイにも何回も来てて結構ねハワイエキスパートなのででハワイにお友達もいっぱいねいるし、そうだから今日はいろいろ聞いてみたいと思いますので、なんかね皆さんの役に立てばいいなと思います。お願いします。いつも適当だからな。まずはカズさんがどんな感じの人なのかなっていうのをちょっと紹介したいので、カズさんの性格を3つの言葉で表すとどんな感じ？3つの言葉で表すとそれこそさっきの話したバリューそうだね、オーセンティックとか本質的っていうのかな、自分らしさを持ってる、これは確実にそうかもしれない。確かに、あとはさっきのロイヤリティ、確かにそうだなって思って、結構ギバーのが多いから、で与えるし、もらい上手になるのも学んだ。何個言った今？3つ言った？3つ言ったもん。オッケー。じゃあ次は好きなこといっぱいある。いいよもう何でも。どうしよう、すごいいっぱいあるんだけど、食べること、運動すること、寝ること、本読むこと、歌うこと、踊ること、山登る、木に登る、海入る、泳ぐ。大体なんとなく分かってきたと思う。そしたら今興味があることとか、やってみたいこととか、なんか始めてみたいこととか、チャレンジしてみたいこととかある？そうね、これからやっていきたいことはね、でもなんかもうそろそろハワイ以外の国とかも見てみたいなって思った。ちょろちょろね、今までもシンガポールとかバリとか行ったことはあるんだけど、ほんと旅行でしか行ってなくて、だからもっとこういうハワイみたいに滞在する、いろんな国に滞在していろんな文化に触れてみたいっていうのはあって、ハワイだとやっぱ日本語が通じたりとか、友達がいるから来たけど、本当に何も知らないところに行ってみたいっていうのはなるほどね。もう今初めて行った。もうハワイに飽きちゃったって言ってみたいよね。ハワイはいいわみたいな。もうちょっとこうまだまだ視野を広げてみたくなった感じね。広げたい。いいね。素敵だわ。そしたら、今ちょっと軽く説明したけど、カサがどんな感じの人かなっていうのがちょっと分かったと思いますので、今度はハワイ旅行のテクニックじゃないけど、なんかちょっとこう役立ちそうなこととかをちょっとほじくりってみたいと思います。まずカサは何回ハワイに来たのか、家族旅行とかも全部含めて全部含めて10回は来てる。10回は来てるね。ハワイ旅行に行くとき保険って入った方がいいと思う？どっちもって感じ。実際私は今回入らなかった。怪我しないように気をつけようみたいな感じだった。から入ってない。最初はなんか用心して入ったけど、そう使わないじゃんって思ったら入らない。そうなんだよね。だから私も入らなくていいと思う。けど心配な人は入った方がいい。万が一に備えて。でも今までねその10回ぐらい来てるけど、使ったことはある？保険はないけど、パスポートと財布とてかカバンも全部置き引きされたこと。そうなんだ。危ないよ本当みんなお酒飲んで絶対ビール。
本当に普通のクラブに行ってウェイしてでもう気持ちいいから海でも行こうかってわーって言ってでベンチかどっかにポーンって置いてわーって遊んでパッて振り返ったら影があるなーって思って戻ってきたら案の定なくてでも携帯はお尻のポッケに入れてたのでもだからクラブ行くからパスポート必要でしょで財布しかも財布の中に現金めっちゃ入ってたの下ろしたてでうわーやっちまったで家の鍵ポケット Wi-Fi レンタルうわ最悪や全部入っててもうごとマジか夜中にでポリスに連絡してきてもらったけども飲んでたでしょ飲みすぎちゃダメよみたいグーみたいな感じでって言われてですいませんみたいなでも奇跡的になんと多分本当ホームレスさんだったから現金が欲しかっただけみたいなるほどねそうで次の日のね朝に千葉県ってジャパニーズレストランあるじゃないあそこの庭に捨てられてたで千葉県のスタッフさんかなが朝出勤した時にそれを見つけてパスポートとかあった開けたらパスポートがあったからうわーってなって日本領事館に連絡してくれて日本領事館は私の実家の電話番号が分かったから日本の実家に連絡をしてでママの連絡で何したって言われてそれはでも見つかったのはまだいいね全部入ってた本当お金だけ欲しかったんだそうでその時に確か旅行会社の保険には連絡をしたんだけど、なんかその取られたものの総額は、お返しするんだけども、ポケット Wi-Fi とか、そういうのはもう自己責任ってなったそのタイミングで戻ってきたよって連絡来たからそっかそっかそうだから保険は結局使わなくて済んだだけどもしこれで帰ってこなかったらっていう場合を考えると、入ってた方がいいけどまあちゃんとこうやって持ってればでもなんかそのひったくりにあったっていう友達もいたから、それはやっぱり怖いなって思ったら、まあ、アメリカだしね、入ってた方がいいかもしれない。もうネタだよね今だから笑えるねそう今だから笑えるけど本当に日本のお酒と違うところはさ、ジュースみたいなのよ。すごい甘いでも、実はアルコール度数がすごい高いみたいな、マイタイとかさ、美味しいじゃん。でもなんかすごい高いじゃん、あれ 2,3 倍でそれからねお酒は飲まなくなったお酒も注意お酒も注意です気をつけてくださいそう今回カスタはその3ヶ月近く今ハワイにいるけど長く住むのに日本でなんか準備したこととか私の場合はフリーランスのインストラクターヨガとかフィットネスのインストラクターとか、フィットネスジムとかあとヨガスタジオとかでも働いてたから、結構もう前々からこの日に行くからって言って代行を探したりとかもうシフト出す時にハワイ行ってきますとかじゃなくてこういう理由でハワイに行きたいもうちゃんとそこは自分でなんで行きたいのかっていうのを説明はしたそれが結構大きかったかな。なんかそこからね結構すんなりじゃあもうどうぞ行って行ってじゃないけどこれはねなかなか全ての人ができるわけじゃないと思うけど、でもそのねやっぱもともとはハワイにいっぱい行きたいしハワイにちょっと長く滞在したいなって思ってたからこそ選んでる道だよね、なんか普通のなんか違うところで働かないでとかさ、本当にこっち来る前もちろん準備としてはお金を貯めること、収入がね、ないわけだから、そうちゃんとそういうそのための資金を、予算を組んでこれくらいかなっていうのに目指して頑張ってお金を貯めたりとかもしてた。私もね3ヶ月来る時メルカリとかでもういらないものめっちゃ売ってそうヤフオクとかでサーフボード売ったりとか、よくみんなやってるね。それね私の友達もやってた。それもう行きたいために
なんとかしてお金を作るみたいな。そうやるっていうどんなことがあってもそれまでになんとかしようっていうね、それ覚悟っていうか、それははすごい今回その来る前までの学びとしては、もちろん私も帰ってからね、2週間の隔離とかも、あるけども、なんかそれもちゃんと覚悟の上っていうか、いずれそれもきっとなくなるから、それを待ってる人の方がすごく多いと思うの、隔離がない方がいいとか PCR 検査とかが、まあ、もちろんないに越した方がいいんだけども、でも受ければ来れる。今 COVID の、なんだろう、パンデミックの中だけど、ハワイに来てよかったと思う？もうちゃんと自分の意思で来れたから私飛行機は飛んでるからで、あとはね、なんかよく私の方でも質問とかはよくあるんだけど、この状態、この COVID の状態で、今ハワイに行けるんですかってよく聞かれるんだけど、来て私は行くっていうのにチョイスをしたから、航空券自分で買ってで全部やってきたけど、この時期だから来てよかったことみたいなのある？なんていうか、普通なんか人間が少ないとかある？増えたよね。まあね、今もう本当今ね結構戻ってきてるよね。めっちゃ多い。マスクぐらいじゃない？でもマスクももうそろそろね、もう今外でマスクは しなくていいから、日本よりきつくない？それはあるんじゃない？それはある。いろいろできるし、そうなの。次はハワイに来るときに日本から持ってくる必需品。言えるこれ？私毎回言えない。必需品必需品ある？味噌汁とだし、薬とか持ってきた？はね、今回は持ってきてなくって、特に平気かなって思ったの。それよりもじゃあ本とかなんかそんなの持ってきた感じ？そう日本こっちって本高いし、ほぼ英語の本しかないから、読む本を持ってきたりとか、ヨガマットとかも必需品って思うじゃない？持ってきてなかった。本当に重いんだもん。ブランケットじゃないけど、タオルみたいなやつとかでもまあ外でできるし、本当スタジオとかでやりたい場合はレンタルとかもあるから、別になんかそこまで気にはしてなかったかな。あとは気候の変動とかで頭痛を起こす人が多い。私のこっち住んで日本のお友達とかも結構雨降る前とか頭痛いって言って、だからその子に私イブ買ってきてあげたりとかしてたよ。なるほどね。私もさ、生理痛の薬ってこっちで見たことがなくて、確かにないね。ただのもうペンキラーって感じじゃん。バファリンみたいなね。だからもうそれ、私もね、有効期限が切れてるけどまだ持ってる。一応ね。日本から持ってきたけど使わなかったもの。使ってないもん。化粧品。こっちでセフォラがあるから。確かにセフォラ行く？セフォラにね行くから買っちゃってて、それ使うから結局、なんか日本から持ってきたものってなくって、もうぜひセフォラ行ってください。初めてハワイに行きますっていう人も見てると思うし、まあ1回だけハワイに行ってまた行きたいですみたいな人もいると思うんだけど、なんかこうアドバイスみたいな、例えば一番最初の旅行でこれはしてたけど今はもうしないとか、最初の旅行でなんかここ行ってたけどもう今は行かないとか、なんかあれは観光客向けだったんだなみたいなのとかある？あるいっぱいある。